はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はいくつかね、スズキの料理を作っていけたらいいなと思っております。それでは本編をどうぞ。はい、というわけで今週も始まりましたピエールチャンネルです。今回はですね、営業中に撮影をしたのでアフレコでお送りしたいと思います。時折ね、厨房内で全く関係のない話がね、飛び交うかと思うんですけども、それはね、気にせず見ていただけたらと思います。本日はですね、6月の21日土曜日になりますけれども、いやー、しかし暑いですね。皆さんの地域はいかがでしょうか？こちらのね、東北地方。いや、東北地方とかどうでもよくて、まずね、厨房が暑すぎる。飲食に勤めたことある人だったらわかると思うんですけども、とにかくめっちゃくちゃ暑いんでね、もう毎日ぶっ倒れそうになるぐらい汗をかいてるわけなんですけども。で、この話ちょっと聞いたんですけども、なんでも厨房内にエアコンがある店もあるそうなんですよ。軟弱だなーなんてね、一昔前はね、思ってたんですけども、もうね、なんかそんなことも言ってられなくてね、うちもそろそろエアコンを導入した方がいいのかななんて思っている今日この頃でございます。はい。そんな話は置いといて、本日はね、前回さばいたスズキをですね、いろいろな調理をしていこうと思うんですけれども、今回は、定番のね、刺身をやっていきたいと思います。はい。でね、スズキの刺身というと、一般的に皆様ご存知なのが、通称ね、スズキの洗いなんて言いますけれども、で、洗いとは何ぞやって話ですけれども、要はね、刺身にしたものを氷水に入れて、瞬間的にですね、刺身をギュッとですね、締めるっていう技法ですね。はい。こちらが一般的なんですけども、今回はそのスズキの洗いと、あとですね、通常の刺身と、この2種類をね、作っていきたいと思います。はい。その前に、当チャンネルの簡単な紹介を。このチャンネルは普段お客様には見せない厨房の仕込み風景をですね、週1回お送りしております。またですね、東北地方、日本海側の旬の魚のさばき方や、その他、その刺身の料理なんかを作っておりますので、気に入っていただけたらね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。というわけでね、だいぶ刺身の準備進んでるんですけれども、今はね、これ見ていただくとわかるんですけども、スズキの洗いをしております。はい。店の規模にもよるんですけれども、うちみたいな刺身がですね、バシバシ注文が入るような店でしたら、もうこのようにね、事前に切り身にして、洗いというものを作ってね、もう準備しております。本当丁寧なやり方ですと、注文が入ってから、使う分だけ刺身を引いてですね、それを氷水に入れて、洗いを作り、そして盛り付けてお客様に出す。これがね、究極の丁寧なやり方ですよね。オープンキッチンのようにね、その作る過程をお客様に見せるっていうね、こういうパターンもありますので、どちらが正解で、どちらが間違いということはありませんので、店の形態によってやり方は使い分けていいと思います。うちはこのようにね、事前に作っているというわけです。はい、そしてね、今このボウルに入っているこちらがですね、ちょっとついでに作っていたんですけれども、同じ切り身なんですけれどもね、こちらは、だし醤油をちょっとかけておいて、後ほどね、ちょっとスズキ茶漬けなんて作ってみて、食べてみようかなーなんて、ちょっとね、そんな欲求が芽生えてしまったので、勝手に作っております。もうこの時ね、ちょっとお腹空いてたので、後でこそっと食べちゃえ、みたいなね、そんな感覚で作っておりました。これはね、だし醤油つけて、だいたい10分ぐらいですかね、つけていけば、もう十分に味が入りますので、茶漬けにしても結構ですし、そのまま漬けとしてね、ご飯の上に乗っけて食べても、もうこちらは絶妙に美味しいです。はい、こちらも同じように切り身にしているんですが、こっちはですね、氷水に入れないで、そのままの状態で盛り付けて食べてみようかなと思っております。一般的には、スズキの刺身、洗いが確かに有名なんですけれども、新鮮なスズキの刺身の場合、洗わないでですね、そのままの状態で刺身にするケースも多いです。新鮮なスズキですとね、淡白で癖がないので、素材本来の風味を味わうことができるというわけです。で、反対にですね、洗いの場合は、氷水で刺身を締めるわけですから、
身が締まってプリプリっとした食感になってですね、そして余計な脂身も取れますので、さっぱりとした食べ方になる。真夏のね、暑い日に食べるにはさっぱりしてて、とてもいい食べ方ですよね。なので、そのシチュエーションに合わせて食べ方を変えてもいいかもしれませんね。もしくは、スズキの刺身、盛り合わせの時にですね、片方を洗って、片方を洗わないで盛り付けて、両方のパターンをね、楽しんで食べるというのもいいかなと思います。はい。洗いにした方の身は結構水分を含んでますので、このようにね、ペーパーで上下に重ねて、水分の方をよーく取ってください。はい。それでは、2種類の刺身を盛り付けてみましょう。今回はね、全く同じ盛り付けをしますので、見た目比べていただければと思います。はい、後ろでちょっと盛り上がってるんですけども、今日はね、スタッフたちが卵焼き対決みたいなのをやっていてね、ちょっと楽しそうだったんですけども、私ピエールはね、仲間に入れず、ひっそりと撮影しておりました。はい。さあ、あっという間にね、完成しましたけれども、いかがでしょうか？比べてみて、見た目の違いなんかわかりますでしょうか？先ほども申しましたが、黄色の皿の方が粗いになって、こちらの青色の器が通常のスズキの刺身ですね。まあ、どうでしょう？見た目を比べてみると。やはり、氷水で締めた右側の粗いの方は、うっすらね、白い刺身になっておりますけどね。はい。こちらで美味しそうですよね。うん。でね、反対に、こちらの通常のスズキの刺身。こちらはね、色も鮮やかで、そしてね、同じ刺身の引き方なんですけれども、角が立っていてね、ちょっと新鮮そうに見えます。うん。まあ、味は先ほど申し上げた通り、好みはあるかと思うんですけれども、どちらもとっても美味しいのでね、ぜひ試していただければと思います。はい、本日の仕組みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おーす。包むあの頃私が見上げた